みなさんこんにちは。ニットデザイナーのエルヴィラです。今日は手編みのセーターのデザインのインスピレーションについてお話ししようと思います。ニット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 ニャ。手編みの場合はデザインの考え方が2つあります。1つ目は糸を決めたらどんなデザインにしたいか考えます。2つ目は頭の中でデザインのイメージを作ったらそのデザインに合う正しい糸を探さないといけません。どんなアートでもまずはインスピレーションを探すことから始まります。インスピレーションは自分の周りで見つかります。例えば本を読んでいる時とか自然の中を散歩している時とか誰かと話している時とかいろんな情報を自分の頭の中にインプットしたら自分が作りたいデザインを見つけられます。世界のファッションデザイナーたちはいろんな時代からインスピレーションを受け取っています。例えば過去からインスピレーションを受け取っているデザイナーがいます。そのデザイナーたちは洋服のクラシックな形や歴史や職人技が好きです。例えばラルフ・ローレンとかエルメスです。次に今の時代からインスピレーションを受け取っているデザイナーがいます。例えばステラ・マッカートニーやアレクサンダー・ワンです。そのデザイナーたちは現在の社会で目立っている出来事のポイントをファッションという言葉で説明しています。それから未来からインスピレーションを受け取っているデザイナーがいます。アバンギャルドというデザイナーのグループです。アバンギャルドのデザイナーたちは未来型の洋服の形を作っています。でもその洋服はあまり着られないです。例えばコム・デ・ガルソンのレイカワクボさんはそういうデザイナーです。皆さん、私は過去からインスピレーションを受け取って今のファッションのトレンドとハイテクの素材を合わせてみたいです。頭の中にあるデザインを紙に書いてみたりパソコンで作ってみたりすると頭の中のアイディアがよりはっきりとします。私が今考えているデザインは今時の現代的なガンジセーターなんですが、実際にセーターを編む前にいろいろなことを考えないといけません。まずは最初にセーターの形をどうするか決めないといけません。ゆったりしているオーバーサイズにしようかなとか、体型に合わせたぴったりとしているサイズにしようかなとか、襟の形はどうしようかな、丸くしようか、B ネックにしようか、ハイネックにしようか、どんな柄にしようかな、特別なデザインのポイントは何にしようかとか、そのセーターのスペシャルなポイントを考えないといけません。私は伝統的なガンジセーターの形にしようと思っています。でも襟のところと袖のところを変えたいです。あとはパターンですが、ガンジセーターのパターンなんですけど、いろいろありますよね。どのパターンを作るか決めるために小さいスウォッチを編まないといけません。スウォッチというのは編み物の小さいサンプルです。選んだ糸でスウォッチを編みます。その前にもちろんデザインのアイディアに合った毛糸を探さないといけません。どんな種類にしようか、どんな太さにしようか、どんな色にしようかなど考えないといけません。私はもう糸を決めたんですけど、その糸について別のビデオでお話しするので、皆さん楽しみにしていてください。皆さん今日はこれで終わります。
最後まで見てくれてありがとうございました。ニット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 